皆さんこんにちは、ガラフキンです。こんにちは、モックです。今回も画像生成 AI を利用した新シリーズブッシュクラフト解説、水の確保、野営地の確保について解説していきたいと思います。今回も基礎的なところから説明していくよ。まず水の確保についてですが、おじさんは基本的に日帰り1泊程度なので家から水を持っていきます。現地調達しないの？現地で調達するのはいろいろと問題があるので、前回もライターの話で話した通り無理する必要はないのがブッシュクラフト的思考です。現地で調達したい人は現地で調達すればいいし、個人個人でやりたいようにやりましょう。現地で水を確保するのはどうしたらいいの？それではまず AI に聞いてみましょうか。ブッシュクラフトにおいて水確保は生存スキルの一つとして非常に重要です。水は人間にとって必要不可欠であり、数日間水なしで過ごすことはできません。自然環境下で安全かつ効率的に水を確保するための方法を知っておくことは、ブッシュクラフトを楽しむ上で必須です。水源の探し方。水源を探すには以下の点に注意しましょう。地形、谷や沢、河川などの水場を探す。植物、水辺に生える植物を観察する。動物の足跡やクソなどを観察する。音、水の音に耳を澄ませる。天候、雨水や雪解け水を利用する。水の浄化水源を見つけたら安全に飲めるように浄化する必要があります。煮沸、水を沸騰させることで多くの細菌やウイルスを殺菌することができます。ろ過、布やフィルターを使って水中の不純物を取り除きます。紫外線殺菌、紫外線ランプを使って水中の細菌やウイルスを殺菌することができます。化学薬品、浄水タブレットなどの化学薬品を使って水中の細菌やウイルスを殺菌することができます。水の保存浄化した水を安全に保存するために以下の方法があります。容器、水筒やペットボトルなどの密閉容器に入れる。煮沸、水を沸騰させてから容器に入れる。冷凍、水を凍らせて保存する。注意点、水源によっては汚染されている可能性があります。必ず浄化してから飲むようにしましょう。水は重たいので必要以上に持ち歩かないようにしましょう。水分補給はこまめに行いましょう。脱水症状にならないように注意が必要です。 AI さんありがとうございます。水の確保についてなんとなく分かったけど、水を浄化、保存も重要なんだね。そうだよ。途中でも出てきたけど、まずきれいな水を探すことが結構大変だし、川なんかは上流に動物の死骸とかあると一発で大腸菌などの病原菌に感染するかもよ。結構怖いね。目に見えない細菌はいるかいないかわからないから困るよね。おじさんがもし現地調達するならば、沢沿いの崖とかから染み出ている水をろ過、煮沸してから飲むかな。ろ過って具体的にどうやってやるの？そうだな。サバイバルとかだと砂や炭などをペットボトルに詰めてろ過したりするけど、脱出島でたまに暴れる君とかがやってるやつ。あれか、見たことあるかも。最近ではソーヤーミニのようなろ過器を使って川の水を利用したりするよ。そんなのできれいになるの？ 99% の不純物や微生物を除去できるらしいよ。すげえ、マジかよ。マジだよ。でも水溶性高いものとかウイルスのような小さすぎるものは通過しちゃうみたいだから、やっぱり煮沸した方がいいのと、農薬とかには注意が必要だね。ろ過器を使っても注意すべきことはあるんだね。海外だと完全な無人地帯も多いので農薬とかはないエリアも多いと思うけど、日本だと上流とかに人が住んでいないか畑がないか要注意だね。そうだね。ろ過器もいろいろなメーカーが出しているし、 YouTube でもいろいろ比較動画があるので見てみてください。あと小ネタだけど、崖から水が染み出ているところに小枝を刺してあげると水が枝を通して滴るので容器に入れやすくなるよ。そういえば容器はどんなものがいいの？家から持っていくのであれば清潔な水筒、ペットボトル、ナルゲンボトル、キャンティーンボトルとかプラスティパスのようなソフトボトルもいいね。いろいろよくわからないけど、
何がいいのだ？どういう目的で野外活動をするかによるから一概にどれがいいとは言えないよ。現地で水を確保するならろ過器と煮沸するのにキャンティーンとかポットか登山用のケトルがあった方がいいね。いろんな単語が出てきて頭がパンクしちゃうよ。とりあえずくくって調べてみるね。現地で水を確保するならろ過器と煮沸するのにキャンティーンとかポットか登山用のケトルがあった方がいいね。なるゲンボトル系のやつは沸騰したお湯を入れても大丈夫なので便利だよ。あと断熱層のない一層の金属水筒だと直接火にかけてお湯を沸かせて便利だよ。人石未踏の地で病気になったら大変なので必ずろ過煮沸しないとダメだね。病気になったら大変なので気をつけます。ではここからは野営地の確保について解説していくよ。よろしくお願いします。まず方法については例によって AI に聞いてみましょう。野営地の確保。野営地は安全で快適に過ごすための重要な場所です。適切な場所を選ぶことで自然を楽しみながら安全に過ごすことができます。場所選びのポイント。安全性。水はけの良い平坦な場所を選ぶ。崖や倒木などの危険物から離れる。快適性。風通しや日当たりが良い場所を選ぶ。水源。近くに水源がある場所を選ぶ。隠蔽性。人目につかない場所を選ぶ。焚き火スペース。焚き火をする場合は周りに燃え移らないよう安全な場所を確保する。野営地の設営。テント設営。風向きに注意し飛ばされないようテントの向きや張り方に注意する。タープ設営。タープがあれば日差しや雨を防ぐことができる。寝床作り。寝袋やマットを使って快適な寝床を作る。焚き火をする場合は火の管理に注意する。注意点。私有地に無断で入らない。必ず土地所有者の許可を得てから野営する。ゴミを持ち帰る。自然環境を保護するためにゴミは必ず持ち帰る。火の管理。焚き火をする場合は火の始末を徹底する。野生動物に注意。野生動物に近づいたり餌を与えたりしない。なるほど。安全性を第一にして自然環境を汚さないような回答だったね。とにかく野外活動においては安全第一だね。また自然の中で遊ばせてもらっている感謝の気持ちで常にゴミなど残さないよう注意したいね。ブッシュクラフトっていうからてっきりテントやタープは使わず木や葉っぱでシェルターを作ると思っていたよ。それは前も言ったけど何を目的にしていくかによるね。自分で今日はテント使わずに野宿するという人は自然の中の材料でシェルターを作ればいいし、登山やキャンプが目的であればテントやタープ、ハンモックなどでシェルターにしてもいいし、何を選択するかは実行する人の好み、哲学やローマンなどで決めるといいと思うよ。出た、哲学論。なおブッシュクラフトを哲学だと言っているのはおじさんだけだと思うのであくまで個人の感想です。なんか話まとまっちゃったけど今回は以上ですか？はい、今回はここまでです。次回からいろいろなスキルについてもう少し具体的に解説していきますのでお楽しみに。 AI で画像も引き続き作っていきますので引き続きお楽しみに。ではまた次回。ここまでご視聴いただきありがとうございました。音声はボイスボックス四国メタン、ボイスボックスナンバー7、ボイスボックス青山流星でした。